はい、こんにちは。ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。はい、今日はですね、音楽機材ね、こういった感じの音楽機材でね、電池をいっぱい使うんですけれども、どんな電池を使うのかっていうのをですね、ちょっとね、語っていきたいと思います。それでね、早速ね、もう答えを言っちゃうとですね、この2つを比べます。1つがね、IKEA で売ってるね、このバッテリーですね。で、1つがですね、例えばじゃあソニーとかね、こういった感じの充電池。これのね、お互い充電池なんですけれども、それをね、ちょっと比べていきたいと思います。でね、早速ね、動画見てみたいんですけれども、IKEA に行って、実際購入している動画があるので、ちょっとね、見てください。はい、どうぞ。はい、ということでね、先日、ですね、このバッテリーを買いにね、IKEA、ね、自宅の近くに IKEA があるので行ってきました。はい、でね、マレーシアなんですけれども、マレーシアの IKEA ね、日本の IKEA とね、作りがね、全く同じです。というか、世界中ね、IKEA は、作りがすごく一緒です。あれ、でも、なんか、変なもん置いてますね。これ何でしょう。あ、これドリアンですね。はい。ドリアンも買えます。はい。はい、嘘です。ドリアンはね、ただの飾り物なので買えませんと。ね、こういった商品を置いてある場所も日本とね、全く一緒です。はい、それでですね、ついに来ました。はい、このバッテリーね、充電池ですね。2450mAh のね、電池なんですけどね、これね、なかなか売ってないんですよ。あっという間に売り切れになっちゃうのでね、ずっと探してたんですけど、ようやくありましたと。ね、それでね、みんな大好きなカフェもありますね。はい。ね、これね、メニューがね、国によって異なるんですけどね、後でちょっと紹介します。はい。ね、それで、ショッピングモールではね、こうやって音楽のイベントなんかをね、やってたりもします。はい、じゃあ実際にね、この充電池の話する前にね、みんな大好きなね、IKEA のね、カフェについてね、ちょっとね、語りたいと思います。豆乳のアイスが38円、コーヒーが80円、カリーパフって言ってこういうなんかね、カレーが入ったね、揚げ物みたいなのが1個45円、それからホットドッグがね、64円ですね。それでね、セットものがね、このホットドッグとそのカリーパフとコーヒーと、それからアイスがついたのがね、210円なんですよね。ね。で、今ね、その正直あってはならぬレベルのね、円安なのでね、昔、円安じゃなかった頃はね、日本円に換算するとね、ものすごい価格が安かったんですけども、まあね、最近はちょっとね、悲しい結果に、ね、なってしまってますねと。うん。まあぜひね、マレーシアにね、お越しの際はね、ぜひ IKEA、ね、行ってみてはいかがでしょうか。売ってるものはね、商品自体はね、もう全部一緒なんですよね。一緒なんだけども、まあちょこちょこっとね、違う場所があったりしてね、面白いですね。さっきのドリアンの飾り物とかね。はい。はい、じゃあね、今日の本題に入っていきましょう。今日はね、充電池の話なんですけれども、皆さんもね、おそらくね、こういった音楽機材を使ってると思うんですよね。例えばね、これなんかはね、イヤモニのね、アンプですね。それとか、もしくはこれだとワイヤレスシステムのねレシーバーなんですけれども、もちろんね電池を使うわけなんですよね。電池駆動式なのでね。でそのどんな電池を使うかっていうことでですね、皆さんもいろいろ実験はしてると思うんですけれども、今日はねそれを比べたいと思います。それでねまずねこの充電池、この IKEA で売ってるね、安い価格帯のね、この、充電池があるんですけれども、それとね、例えば僕が、使ってたですね、こういったソニーの、えっと充電池をね、今日はね、若干ね、比べていこうかなと思うんですよね。はい。で、まずね、この IKEA のね、充電池なんですけれどもね、僕が買ったのは 2450mAh の容量ですね。それで4本セットで、売ってるんですけれども、値段がね、日本円に直すと1449円4本で。なので、電池1本あたりが362円程度
なんですよね。で、このチャージャー、充電器、そのものが、805円という、価格帯なんですけれども、決してね、そんなに高くはない価格帯なんですよ。で、一番重要なのは、この容量ですね。これで言うと2450といってですね、IKEA で売ってる、一番その容量の大きい、電池なんですね。容量の小さいやつだと、確かね、1900とか、あと750もあったかなみたいな感じで、いろんな種類が売ってます。で、結論から言ってしまうとですね、僕はこの IKEA の電池を勧めます。はい。で、これね、面白いことに、この電池って、読んでみたらね、日本製なんですよ。日本で作られてる電池らしくてですね、ほーと思ったんですけれども、はい。それでね、この2450、この容量ですね、これがね、僕にとっては非常に重要でですね、ちょっと説明をしたいんですけれども、例えば、このソニーのやつを僕は昔使ってたんですね。この充電池。はい。で、その充電池の容量が、ここに4600って書いてあるんですね。なので、4600と2450じゃ、もちろんこっちの方が容量が大きいに決まってるじゃないですか。はい。ところがね、気をつけなきゃいけないのはね、実際買ってみてがっかりするケースが結構充電池ってあるのでね、それをね、しっかりね、理解してから買った方がいいと思うんですね。はい。で、ちょっとね、まずね、この写真を見てほしいんですけれども、こっちのソニーの方の重さなんですけれども、この重量ね、これを調べてみたところ、19g だったんですよ。はい、1本 19g。それでこっちのIKEA のやつね、が1本 30g だったんですよ。つまり 11g の差がもうすでにそこにはあるんですね。で、電池って重さにはその容量は関係ないかというととんでもなくてですね、もう重い方が容量が多いに決まってるんですよ。もうそれはね、もう確実なんですね。なので、昔僕がこのソニーを買った時、ちょっと安かったので、やったと思って買ったんですけど、なんか届いた時に、ちょっとおかしいなと思ったんですよね。あれ軽いな、この電池。これ4600もあんのかな、容量ってことでね、ちょっとね、恐る恐る信じて4600を使い始めたわけですよ。はい。で、こっちのワイヤレスシステムのレシーバーの方でもちろん電池が必要なので、このソニーのやつをね、こう使ってたわけですね。そしたら、なんかおかしいことに、もうあっという間にこの、電池がなくなっちゃうんですよ。大げさじゃなくね、45分ぐらいでもうバッテリーなくなっちゃうんですよね。それで、これはもうあまりにもおかしいなということでですね、思ってたんですけれども、実は僕の友人がね、一人ね、全く同じこのワイヤレスシステムを使っている人がいてですね、その人と話をしたところ、と、俺は IKEA の使ってるよって言われてですね、と思って、実際その IKEA のをね、見せてもらったんですけども、重さも全く違うし、なおかつ、駆動時間っていうんですか、どのぐらい、このワイヤレスシステムが持つかというと、もう3時間、4時間平気で持つと。いうことなんですよね。そもそもこのワイヤレスシステムのこのレシーバーってですね、確かに電池をすごい食うんですよ。もう電池食い虫でですね、もうあっという間に電池なくなるのは、もちろん知ってたんですけれども、ちょっとね、僕の中ではね、45分とか1時間弱でなくなっちゃう電池って使えないんですよね。なので、その友人に勧められた、いや、IKEA ね、安いけど最高だぜというのをね、ちょっと信じて買ってみたわけなんですよね。はい。はい。でね、早速ね、僕ね、これを試してみたんですよ。このワイヤレスのレシーバーでね、試してみたところですね、さっき言いました通り、こっちがね、45分ぐらいで切れちゃうんですけれども、こっちやったら、4時間ちょっと持ちました。
で、どういう意味かというと、いろいろね、使って切って使って切って合計4時間以上です。でもまだ完全にバッテリーがなくなっていなかったので、何時間まで確実にいけるかっていうのは僕の中ではまだね、できてないんですけれども、明らかに4時間以上です。なので、ですね、それぐらいの、なんだろうな、しっかりとした容量があるということでですね、これはね、信用できるなと僕は思いました。少なからず、容量が大きいって書いてあったけど、違ったものとは違う。おそらくこの2450ミリアンペアアワーっていうのはおそらく正しいんじゃないかなと僕は思ってます。で、この充電池ね、どのぐらい、何回充電できるのかなっていうところまではね、もちろんまだ検証できてないのでね、これからもね、ちょっと日々、検証していきたいと思います。はい。はい、それでですね、この充電池のそのメーカーに関わらず、充電池を使う時のコツっていうのをね、ちょっと僕なりに語っていきたいと思うんですけれども、まず充電池って2本セットでねなんだ使うことが多いんですよ。例えばこういったレシーバーとかね、こういったアンプ類でもね2本ワンセットが多いので2本ずつこう使い回していくじゃないですか。少なくとも4本は持っておいた方がいいんですね。こう現場でこう電池がなくなった時に入れ替える時のために。でさらにおすすめはですね僕はですねナンバリングを必ずするんですよ。こうやって例えばここの上にね2って書いてありますけど、これは2数字の1とか2とか3を書いておいて、どれがそのセットかっていうのをですねぐちゃぐちゃに分かんないようにねならないようにすると。例えば他の電池には1って書いてあってですね、1は1同士でねこうやって使っていくと。そうするとですねバラバラに、例えばこれが1と2で使用時間が若干ずつずれていくのでそういうことが起こらないようにちゃんとナンバリングをして、いわゆるペアリングじゃないですけれどもペアリングをしていくっていうのがねこれはもうおそらくね絶対条件だと思うので、ぜひね皆さんもね試してみてください。で次にこの IKEA 製品のねいいところってですね、例えばこの充電器ごとですね現場に持っていくじゃないですか。そしたらねこの裏見るとねこの何て言うんだろうな、この電源プラグがもう一体型になってるので僕にとってはこれはね使いやすいですね。例えばですねこの他の充電器だとこうケーブルがついてて、電源ケーブルがついてて電源ケーブルを差し込む、とかいうのもあるんですけれども、この一体型だとね電源ケーブルがなくなったりする恐れもないし、この面倒くさがり屋のね僕はね、結構これは重宝します。はい、あとはですねこの充電池っていうのはですねおそらく皆さんご存知だと思うんですけれども一般のその充電式じゃない普通の乾電池とね若干電圧がね違うんですよね。これがね 1.2V、 充電池が 1.2V で普通の乾電池が 1.5V なんですよね。なので電圧が違うんですよね。なのでこういったね機材で使っちゃっていいのかっていう話なんですけれども、これはね賛否両論があると思うんですよね。もちろん電圧がね違うとね流れる電流の量が変わるじゃないですか。なので使わない方がいいっていう人もいれば、いやそんぐらい大丈夫だよっていう人もいると思うんですよ。ちなみにね僕はねもう全然無視して使ってます。なぜならば過去のその経験でですね僕充電池ばっかり使うんですけれども充電池使って何か不具合が起きたこともないし、なんか音が悪いってこともないですしなぜかというとねさっきも言った通りこのものすごい電池をね消耗するんですよ。なので普通の乾電池なんか使う日にはねもう1日3、4本ポン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 ってなくなる可能性があるということなのでですね、非常にもったいないっていうのかな、精神的にねやっぱりこのね何回も同じものを使い回せるっていう点ではですね、やっぱちょっと精神的に地球環境にもね多少はいいのかななんて思いながらね使ってますと。ただねやっぱ人によってはねこの電圧が違うから普通の 1.5V をね普通の乾電池を使わなきゃダメだっていう人もいると思うのでね、そこはね、自身で判断するしかないのはもちろん重々承知しておりますと。もう一つなんですけれども、僕がね必ずどんな電池を使う時にもやっていることがありますと。これを使用するじゃないですか。使用した後にその日のね現場が終わりました。終わった時にはですね僕は必ず電池をこう抜いておきます。で空にして、電池とね、分離して必ず保存しとくということですね。なぜかというとねやっぱりね
電池って皆さんも経験あると思うんですけど、破裂する時があるんですよ。うん。例えば、なんかどっかのね、おもちゃとかにこう入れたりなんだしてて、それでね、しばらく1年とか放置してて、パカって中身開けたらね、もう抹茶色になってもう爆発した跡が見えるというのをね、必ず皆さん経験したと思うんですよね。なので、万が一のために一応電池は抜いておくということを僕は実演してます。最後にね、インターネットのね、受け売りなんですけれども、この充電池って使うじゃないですか。例えば、ちょっとだけ使って、例えば30分とか40分とか使って、明らかにまだまだ容量が残ってると。残ってるのに、こうやって充電しない方がいいと。使い切ってから充電した方がいいというね、意見もあるんですけれども、なんかね、いろんなね、サイトをね、僕がね、見た結果ですね、そんなことはどうやらなさそうだと。結構ね、30%か40%使ったらですね、もう普通にもう一回もう充電しちゃって問題ないらしいのでね、その件はね、ちょっと僕ね、科学者じゃないのでね、わかんないんですけれども、一回そうやってみようかなと僕は思ってます。で、僕も私も IKEA のこのね、乾電池が気になり始めたって人はいいねボタンと、いや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 、他のメーカーの方がいいって人もチャンネル登録ね、ぜひよろしくお願いします。じゃあまたね、次の動画で会いましょう。バイバイ。